どうも、ジルティです。ロストです。また続きをやっていきたいと思います。いやー、盛大に体調を崩してしまいまして、投稿的には、連日投稿になってるかな。なんですけど、ちょっとなかなかね、実況ができない、ため撮りしてるんですけど、それがちょっと滞ってしまったっていう感じですね。まだちょっとなんか、体がふわふわしてるんですが、えっとね、前回はね、その前にね、前々回に、サラを、取り戻し、サラね、サラを取り戻し、で、暗黒洞窟に行くのがストーリー的に、道筋なのかな。でもここに戻ってきたかったんですよね。みんなに顔を見せたいっていうことで、私がね。でサラじゃないかって言ってくれる人もいたりいなかったりっていうような感じですね。で千年の夢とかいろいろ始まって、それで時間食っちゃって、ここのトスカ村の探索っていうか、ちょっと顔見せ程度のことしかやれてなかったですね。で前回、ここの上でここの人いなくなっちゃった。ここ来たら千年の夢が始まりましたね。前回ね、2つ発生しちゃったんだよね。1つはこれね、これ悲しかったな。これで、これは読みました。でこれなんだけど、これはB ボタンを押せばこういう風にびっくりマークになるんだけど、 B ボタンを押すの忘れてA ボタンを押しちゃったんでね、 A ボタン連打でちょっと終わらせてもらったということでしたね。A ボタン連打でも結構あったな。だからそれちょっと見ていきたいと思います。それでね、魔導士の館のことなんですけど、あそこラスボス戦、セスだったですけど、四年隊4体と、それからサラね、サラね、サラとは戦わないっていう感じでしたけど、あれね、今思えばね、前回だっけ前々回だっけ、ちょっと体調悪いって言ってたと思うんですけど、ちょっと頭回らなくて言うの忘れたんですけど、なかなかね、憎いことやってくれるなっていうふうに思ってて、それ何かっていうと、えっとねえっとねその前にね、暗黒洞窟じゃないよ、ごめん、魔導士の館ね、まだ頭回ってないよ。魔導士の館行く前に、ここのトスカ村に絶対寄るでしょ、ストーリー上。でね、そこでいろいろこういうのも新たに、加わったじゃないですか。えっと、これね、でこういうものをやることによって手に入れたものだとか、あとはここで売ってるもの、新しく手に入れるのかな、ものだとかあったんですよね。例えばね、ちょっと今もこうやってやればいいのか。しまった、ごめんなさい。えーっとこういうものとかこういうものね、確かそうだったかな。あとこういうものもそうだったかな。それからこれは売ってたのかな、確か。うん今みたいなやつ、これは必要なかったかな。これもこれは必要なかったかな。とにかくこれとこれとこれだったっけな。新しく手に入って、すぐね、すぐ魔導士の館に行くんじゃなくって、ちゃんとトスカ村をいろいろ探索してやることやっていくともらえるわけですよ。それでね、魔導士の館でも1個ぐらい何かあったっけ、ちょっとごめんなさい、覚えてないんですけど、あのね当然ね、今までの流れで言うと、新しく取ったものを必ずボス戦で使ってたわけですよ。必ずっていうか、大体使ってたかな。必ずだったかな。どっちなんだよってのはあるけど、今までね、とにかく有効だったわけですよ。で今回全く必要なかった。ただしですね、魔導士の館に出てくる連中強いんでね、レベル低いまま行くと、でそいつらがこういうものが必要なんですよ、特にこれ。だからそういうところで必要だったっていうことをただ言い忘れたっていうだけの話なんですけど、
うん。だからボス戦には必要なかったんだよね。憎いね。うん。当然これ必要かなと思ったけど、使ってきませんでしたね。うん。ただし、魔導士の館はいろいろギミックとかがあって、いろいろ動き回るじゃないですか。うん。で、その時に、シンボルエンカウントじゃないので、エンカウントをするわけですよね、ランダムにね。その時に、まあ、トンズラシューズか。トンズラシューズがあるんで、まあ、逃げればいいですけど、うん、まあ、ある程度ね、レベルの低いのもまあ突入してしまうと、まあ、避けてばっかりいられないじゃないですか、戦いも。うん。だからね、こういうものを駆使して、切り抜けてくださいよってことだったんでしょうね。ただし、ボス戦には必要なかったと。なかなか憎いね。だからこれから暗黒洞窟行きますが、暗黒洞窟に行くためのものっていうのは、要するに、その前で言うと、魔導士の館なわけですね、ストーリー上。じゃあ何が必要になるんですかって言ったら、取ったものがないんだよ。ないっていうか、うん、こういうものを取ったぐらいかな。うん。まあ、あとレベル上がったら、まあ当然ね、こういう風になっていくでしょうけど、うん。あとはね、サラを手に入れたっていうことなんですよ。うん、つまりっていうか、サラをね。で、サラ、これ、見れないんだ。うん、サラを駆使しつつ、やっていくんでしょうね。うん、だから、サラは、これどうやって見んのサラの、サラは、サラの、見れないの何を持ってるかとか、魔法とか。うん。サラのね、なんて言えばいいのかな、どうやって説明すればいいんだ。サラね、白魔法とか使えるんだけど、どうやってこれ見れないんだ。うん。サラ25から始まるんですけど、こういったものも必要な、取れるのでね。うん。これはもう持ってたかな。だから、こういったものを駆使しつつやってくるんでしょうね。うん。やっていくんでしょうね。サラを鍛えつつ、使いつつっていう感じなんでしょうね。で、ミンも手に入ってるから、その前にね、ミンも使いつつっていうことなんでしょうね。うん。だからこれといって、特別に何かを使ってくるっていうのは、なんかいないような感じ。暗黒洞窟って。うん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 。だから例えばさ、今言ったみたいに、うん。こういうものが必要とか、うんね。うん。まあ、例えばこういうものが必要とか、うんうんうん、そういうことなんじゃないんだろうな。今までの取ったもので、まあもちろんこれ使ってくるかもしれないよ。こういうのね。毒とかね。今まで、きっちり取ってあれば、うん、切り抜けられますよっていうことなんでしょうね。暗黒洞窟ね。うん。まあ、この夢見たりなんなりしたら、千年の夢ね。まあ行こうと思ってますけど、うん、っていう感じね。多分そうなんじゃない。それからね、これをね、前に言ったと思うんですけど、えっと、石化をね、バンバン使ってくるから、石化を防ぐライオンハートだっけ。うん、まあ使ったりね、それを習熟させたりして、不死者に、つけたりいろいろしなきゃきついんですけど、石化を回復するっていうものは取れてなかったんだよ。それも憎いよね。うん、だから絶対それがあった方がいいですよってことなんだよ。習熟させたりするか、その投げなしのライオンハート1個を誰か主要なやつに必ずつけさせるか。でも一人じゃ不安だから、ある程度習熟させて、不死者にねつけるためにはそれぞれ交換しながら、SP を貯めなきゃいけないじゃないですか。だからそういうこともしつつやれば、レベルも上がってきますよっていう、そういう作りに、この近々の、流れはそうなってたんでしょうね。でサラを手に入れてからこれが入ってるわけよ。これがね。憎いよな。憎いよな。うん、憎いよな。で、サラが手に入んなければ、この白魔法レベル4っていうのは、要するにこういうこともできないわけですよ。うん、これは関係ないか。ごめんなさい。
うん、ごめんなさい。うん、うん、ごめんなさい。今の忘れてください。うん、これね。これね。うん。あ、白黒魔法っていうか、白魔法ね。うん。サラを手に入れなければっていうことね。うん。だからやっぱりライオンハートは絶対、うん、手に入れないときついですね。全部トンズラで行くならいいよ。うん。だけど、四年隊にも勝てなくなってし、ああ、でもあれか、今思えば、前々回かの戦い、あの中を全部トンズラシューズで、逃げれば、まあ、ボス戦はそんなでもなかったね。でもほら、わかんないじゃないですか。ボス戦がどんなやつか。それ考えるとやっぱきついね。でも全く戦わないって人もいないだろうし、はい、魔導士の館戦ってる時に、あ、ここ強いなって、うん、思うと思うんですよ、みんなね。うん、これはボス戦も結構辛いぞと思いきやそうでもなかったっていう感じね。うん。まあ、なかなかうまい作りをしてるなってことが言いたかっただけです。ちょっと頭回ってないな。今モンスター飲んでるんだけどえーっとね、そういうことでですとにかく今回前言ったようにちょっとね、初めて泊まってみたい。初めて。うん、だからこうやってね言ってくれるのもあるね。うん、そういう言葉も聞きたいよね。だってね、泊まると、あ、ごめんなさい。あれだ、泊まらなくても上にベッドがあったんだ。それ発見したんだよ。まあいいや、もう頭回ってないな。あ、でね、これね、これも見てないんだよ。これはね見たの。前にも言ったけど、データをね戻ってね、うん、これをもう一回取得したんでびっくりマークついてますけど、これは動画でやってます。これね、沼原で拾ったこれ見たいんだけど、ちょっとこっちから見よう。さらば相棒、長いぞ。また読めない漢字があるぞ。これは長かった。ボタン連打しててもね、さらば相棒、生きがっていても本音の表情が透けて見える男だった。あ、今回そういうのが主人公か。気弱で臆病で、そして優しい。精一杯凄みを聞かせたつもりで、目を尖らせた後で浮かべる笑顔に何とも言えない愛嬌と人懐っこさがある。だからやめとけ。やめとけ。カイムは何度となく言った。酒場の泊まり木で日銭を稼ぐ石切り場で、あるいは市場歩きながら、そして石畳の路上で。どうしてだよ兄貴。そのためにホセって言うんだ。ホセは服装に口を尖らせる。カイムのことを兄貴と呼んで、頼んでもいないのに暇さえあればそばについて回って、人懐っこいというのはそういう意味だ。なあカイムの兄貴、ここを出るときには俺も連れてってくれよ。頼むよ。もう一人前に働いてるのに子供のようにねだる。海を越え大陸を渡って自由気ままに旅を続ける。もう想像するだけで胸がワクワクするよ。子供のように目を輝かせる。ずっと憧れてたんだ、兄貴のような旅人に。今回カイムは何の人かね。なあ頼むよ兄貴、俺も連れてってくれ。こんな狭苦しい田舎町はもううんざりなんだ俺。子供のようにカイムの手を取り、子供のようにすがりついて、時には道行く人々や酒場に集う人々を、眺め回して、子供のように露骨に顔をしかめる。ただの旅人なのかな、また傭兵なのかな。カイムね、兄貴はよその町から来た人だからわかるだろう。この町は歴史が古いっていうだけでもう半分くたばってるようなもんさ。この町の連中の顔を見てみなよ誰も彼も覇気のない面をして毎日を平凡につつがなく過ごせればそれでいいっていうだけの人生だ。最低だよ。こんな町でくすぶってたらこっちまでカビが生えちまう。覇気がないとはカイムは思わない。ただ古都と呼ばれる、歴史ある町並みにふさわしく、町の人々の物腰はおっとりとして穏やかで、多くの望みや危険と背中合わせの野心を抱こうとはしていない。それだけのことだ。この町に生まれ育ち、ふるさとの外に一歩も出たことがないホセはよその町のことを何も知らない。川を一本隔ててかつてはひとまとまりだった右岸と左岸が今は憎悪をぶつけ合い激しい戦争を続けている町がある。上に苦しみ
一すくいの食料を住民同士が奪い合う町があり、経済的な繁栄の陰で欲望に駆られた犯罪が横行する町がある。富と豊かさを求めた住民たちに見捨てられ、廃屋が朽ちっていくだけの町から一山越えると、にわか景気に浮かれ騒ぐ人々で不夜城のように光り輝く町がある。なるほどね。まあそういういろんなところがあるよと、様々なね。カイマは長い旅の最中、いくつもの数えきれないほどの街を見てきた。そして思うだけでなくホセに伝えてもいた。ここはいい街だ。ああ、なるほど。だがホセはふるさとを褒められているのをむしろ嫌がるみたいに、冗談じゃないよと言い返す。俺は冗談は言わない。この街は本当にいい街だ。そんなことないって。贅沢を言えばキリがない。贅沢なんかじゃないよ。兄貴はまだここに来て半年やそこらだからわからないんだ。生まれてからずっとこんな田舎町に押し込められている俺の気持ちわかるかい？本当に退屈なんだぜ。もう飽きたんだ。うんざりなんだよ。まあ出たことなければね。まあ思うかな。ホセの言いたいことはカイムにもわからないわけではなかった。それでもカイムは苦笑混じりにかぶりを振る。退屈するほどの平和な毎日を一度でいいから味わってみたいと思っている人たちもいるんだ、この世界には。それはそうかもしれないけどさ、お前は幸せな街に生まれた。俺はそう思うと。まあ言ってもな、わからないだろうな。この街では宿屋で眠っている時に廊下の気配に耳を澄まさずに済む。若い女が夜道を歩くときに護身用の探検を懐に忍ばせる必要もないし、質素でも栄養の足りた食事をとっている子供たちは夕暮れまで元気に遊び回ることができる。いい街だよな。旅を続けていればわかる。多くの街を見れば見るほど身に染みてわかる。ホセにとっては、そんなの当たり前だろうというようなことが実はかけがえのない幸せなのだと。普通が一番いいよ。でもさ、買い物兄貴、幸せっていうのは自分の夢を叶えられるってことじゃないのか。単に平和で安心して暮らしていけばいいっていうんじゃ、俺たち一体何のために生まれてきたんだ。ひねくれてへりくつを並べ立てているわけではない。ホセは真剣に誠実に買い物を見つめて聞いてくる。やっぱまだちょっと喉が痛いな。気分のまっすぐな男だ。彼もそれは認める。すくすくと伸びやかに育ってきたからこそ、生まれ故郷の町に窮屈さを感じてしまう。その皮肉な巡り合わせが胸にかすかな痛みを呼ぶ。だからこそ彼はそっけなく言う。じゃあお前の夢は何だ？俺の夢かい？そんなの決まっているじゃないか。ここを一日も早く飛び出すことだよ。ここを出てどこに行く？どこでもいいよ。ここ以外ならどこかなら。どこかについて、それからどうする？わかんないよ。お前の期待していたような町にはたどり着けなかったら、わからないって言ってるだろう、兄貴。意地悪なこと言うなよ。意地悪なんかじゃない。必要なことなんだ。もういいよ。あんたみたいなよそ者に俺の気持ちなんか分かってたまるか。これね、思い出した。そうそう、なんかこんな街やだ、出て行きたいって言ってるやつがいたんだよ、2階に。さっきのね、あれここに人いないなって言って、2階のね、丸テーブルのとこにね。そっか、その会話を見てこれを思い出したんだ。そうそう、これ後から見るのはいいんだけど、その前段がほら後から見れないから、だからその時にちょうどこうやって喋っちゃいたいんだよね。そうそう、こんなようなやり取りがあったのを見て思い出したっていう、この1000年の夢ね。俺の気持ちなんか分かってたまるか。怒ってその場立ち去っても、明日の朝にはまたケロッとした顔で兄貴兄貴と懐いてくる。そうなの？ホセはそういう子供のように素直で屈託のない性格の持ち主だった。まあそういう性格に育ったのもこの町ならではなんじゃないの？ねえ、やっぱりほら環境が人変えるから。ホセにはそうなの？ホセには妻がいた。初対持ち？幼なじみのアンジェラ。まだ少女の面影を残した若い妻だった。アンジェラの中には2人の愛の結晶が宿っている。なんだ、だったらな、ホセはもうすぐ父親になるのだ。ホセの両親をはじめ周囲の人々は皆若い夫婦から若い両親になる2人のことを祝福し、なんか音が入ったね。温かい眼差しを注いでいた。だがホセは皆無に言う。嫌なんだ。酒場のカウンターの隅で顔を歪め吐き捨てるように。
でもどうすんだよ、だってね、奥さん父親になることが皆無が聞くとさらに苦々しい、表情になってうなずき、しかし自分の答えを打ち消すように、嬉しいんだ、子供が生まれるのはとつぶやいて、嬉しくないわけないだろうと続ける。でもとホセは言う。なんか嫌なんだよ、うまく言えないんだけどと弁解するように何度も首をかしげ酒を煽る。皆無の兄貴には家族がいないんだよな。ああ、いやいやねいたんだよ、いろいろ。どんな気分だい？天涯孤独の身の上っていうのは。カイマは苦笑するだけで何も答えない。その表情と沈黙をホセは自分に都合よく解釈して、やっぱり自由なんだろうと言った。なるほど、そりゃそうだよな、背負うものや足かせが何もないんだもんな。簡単に言うな、ホセも。子供は足かせになるのか？はっきり言えばそうだよね。正直言ってアンジェラの存在だってそうだし、親父やおふくろも年を取ってくればやっぱり重荷になると思うんだ。アンジェラと子供のために毎日働いて子供を育てて、老いぼれた親父やおふくろの面倒を見て、それで俺の人生は終わりだよ。子供が生まれるっていうのはそのことをもうどうしようもないくらいきっぱりと宣告されるようなもんじゃないか。なるほどね、なるほどね。カイマはうなずかないけれど反論もしない。まあ言えてもようだよな、さっきの今の話ね。確かにそうなんだけど、しばらく続いた沈黙をホセはまた一人で解釈して、分かってるよと顔をしかめた。甘いこと言うな、ガキみたいなこと言うなって思ってるんだろう。カイマは何も言わない。ホセは気まずそうに目をそらし、嬉しいんだと皆無にではなく自分自身に言い聞かせるように続けた。俺とアンジェラの子供ができる。嬉しいよ、すごく。アンジェラや子供のためにもこれからもっともっと頑張ろうと思う。本当だ、嘘じゃない。信じてくれよ、兄貴。俺は本当に嬉しいんだよ。頑張らなきゃいけないと思ってるんだよ。分かってる。でも嫌なんだ。嬉しいけど嫌なんだ。照れくさいとかって言うんじゃなくて、何かもう全てを捨ててどこかへ遠くへ逃げ出したくて。正直だなとカイマは笑う。何が？お前は今旅立つではなく逃げ出すと言った。ああ、確かにそれがホセの本音なのだろう。ホセもまあねと。ああ、これなんていうの、不詳じゃなさそうだね。また出たな、読めない感じ。不詳ながらもってんじゃないよね。ごめんなさい。ながらも認めた。だって他に言いようがないだろう。もう少し意地悪に続けてやってもよかった。例えば、なあホセ、お前が俺と一緒に旅をしたいと言い出したのはアンジェラのお腹が膨らみ始めた頃じゃなかったっけと言ってやれば、ホセはどう答えるだろう。例えば、なあホセ、家族が足かせになるのならどうしてお前はアンジェラに求婚したんだと聞いてみれば、ホセはどんな顔になるだろう。例えば、なあホセ、そんなにこの街を出たいんなら俺にくっついて旅立つ必要はないんじゃないか、さっさと一人で行けばいいだろうと突き放したら、ホセの眼差しはどんな風に揺れ動くだろう。確かにね。だがカイマはそこまで意地悪ではないし、そこまでおせっかいでもない。肺に杯にか残った酒を欲し帰ろうかとだけ言った。店の外に出てからもホセはくどくどと、この街で一生を終えるつまらなさを並べ立てた。夜空は晴れ渡っている。月が出ていた。まん丸な月だった。だけど確かに家族を持つとてつもない不安に襲われることは確か。うん旅にとは考えないけど、まあ普通はね、普通はね、だけどとてつもない不安っていうのかな、どうしようもない不安っていうか、やっぱ一国一城になるね、主になるのはやっぱ簡単なことではないんだよな。前にね、前作っていうかやってたトゥームレイダーでも言ったと思うんですけど、やっぱりね、簡単にねなれないんだよ、親には。親っていうのはとてつもない責任が伴うのでね、
まあそれは今詳しく言わないですけど、まあその時いろいろ言いましたね。そんなね、簡単に親になっていいわけじゃないんだよ。うん、まあ丸な月だった。ねえ皆無の兄貴頼むよ。兄貴がこの町を出る時には俺にも声をかけてくれよ。兄貴だって旅の相棒がいた方がいいだろう。またいつもの堂々巡りになりかけたのを制して皆無は言った。お前は天涯孤独に、憧れてるんじゃなかったのか。相棒のいる旅なんて孤独でも何でもないぞ。いやだからさ、そのつまり、あ、そうなんだ。途中まででいいんだよ。兄貴のためにちょっとだけ付き合わせてもらって、あとは俺自分で旅を続けるから。うん、足手まといだ。分かってるよ、そんなの。旅は厳しい。命の危険だってある。分かってる。でもだからスリル満点で。命のやり取り遊びじゃない。俺のこと邪魔になったら捨ててくれてもいいよ。そう捨ててくれて構わないんだ。俺だって親や女房や子供を捨てる覚悟なんだから。困ったもんだな。やれやれとカイマのため息をついて、分かったよとうなずいた。連れてってくれんのかい。ホセの表情がパッと明るくなった。この街にも随分長居をしたからな。そろそろ風に吹かれて歩いてみたくなった。そうだよ。風に吹かれて歩く。それが旅の人生ってもんだよな。それでいつ出発なんだい。もう秋も深まってから冬場の旅は避けた方がいいだろう。じゃあ峠の雪が溶けた頃になるのかな。カイマ夜空に浮かぶ月を指した。怪げそうに空を見上げるホセに言った。この月が欠けて消えて満ちてまたまん丸になった夜だ。ってことはちょうど1ヶ月後だ。ホセの顔は何か言いたげに動きかけた。早すぎると言いたいのだろう。拉致の開かない愚痴をこぼしている時にはなかった。春巡っていうのかなと困惑が表情ににじむ。兄貴、1ヶ月後って真冬だぜ。分かってる。峠越えも大変じゃないのかい。嫌か。そんなことないけど、嫌なら来なくていい。俺は次の満月のように旅立つ。それだけのことだ。まあ分かったよ兄貴。俺も行く。絶対に行くから。どうなるかね。次の満月の夜、アンジェルはちょうどその頃赤ん坊を出産することになっていた。はあ、知ってたのかなカイマ。なるほど。1ヶ月は流れるように過ぎていった。最初のうちはカイマの顔を見るたびに、例のこと約束だぜ兄貴と、張り切って念をしていったホセが、欠けていった月が消えてしまった頃から、次第に口数が少なくなってきた。消えた月が再び夜空に姿を現し、少しずつ満ちてくるに従ってホセは皆無にまとわりつかなくなった。市場で皆無の姿を見かけると、こそこその人が身に紛れるように立ち去ってしまうこともある。ホセのそんな態度の変化に皆無は気づいていた。あとは最初から予想していたことでもあったし、期待していたことでもあった。大きなお腹を手で抱えながら市場で買い物をするアンジェルはとても穏やかな深い微笑みを浮かべている。その笑顔と向き合ったらホセだけではない、誰もが気づくはずだ。若い頃の夢は確かに自分でやりたいことをやることだった。だが夢は決してそれだけではない。自分が愛し自分のことを愛してくれる人にいつもいつまでも笑ってほしいと願うこと、そういう夢だってあることに人は大人になると気づくのだ。まあカイもいろいろ経験してるからね。いつもいつまでも笑っていてほしい。それが叶わなかったね。何回もね笑ってほしいと願うこととは。月が満ちた。人通りが絶えた石畳の道をまん丸な月が丸くなった。キラキラとっていうのかな、間違ってるかも照らしている。旅支度を整え、がらんとした部屋の中にいた皆無のもとに、息石っていうのかな、切ったホセが駆け込んできた。手ぶらだった。普段着のままでもあった。生まれたのか
兄貴悪い、申し訳ない。ホセは荒い息で喘ぎながら頭を何度も下げた。気が変わったのか。カイマは含み笑いで聞いた。違う、そうじゃないんだ。行くよ兄貴。行くよ俺、兄貴と一緒に行くつもりだよ。ただ日の暮れた頃、アンジェラが陣痛を訴えた。町一番押してないのにこういうことがあるんだよこのゲーム。しまったな、アンジェラのやつ一生懸命頑張ってるんだ。親父はおふくろも必死に神頼みさ。だから俺もせめて赤ん坊が無事に生まれるまではアンジェラのそばにいてやりたいんだ。あいつ俺の手を握って安心するっていうから、やっぱりさ見捨てるわけにはいかなくてさ。わかるよとカイマはうなずいた。だから兄貴頼む、もうちょっとだけ待っていてくれないか。赤ん坊が生まれたのを見届けたら俺、すぐにでも家を出る。約束する。絶対からもうちょっとだけ。喋りながらも足元はすぐにでも我が家に戻りたがっているように落ち着きなく小刻みな時短打を踏んでいた。なんで進んじゃうかな。こういうことがあるんだよなこのゲーム。このゲームっていうかこの1000年の夢ね。分かった、カイムは言った。月の夜空のてっぺんに着くまで待つから。月が夜空のてっぺんに着くまで待つから。いやそんなにもうかからないよ。あとちょっと、ほんのちょっとだけ待ってくれればいいんだ。慌てなくていい。その代わり一つ約束してくれ。え、赤ん坊が生まれたら抱いてやれ。赤ん坊を抱いてからここに来い。いいな。ホセは軽減な顔で分かったよ兄貴とうなずき、じゃあ待っててくれよと言い置いて、来た時以上の勢いで部屋を飛び出していった。石畳の道を走る足音が遠ざかって消えたのを確かめて、カイマはゆっくりと微笑みを浮かべた。おうおうおう、てっぺんに。ホセはそのまま戻っては来なかった。だろうな、赤ん坊抱いちゃあな。中天っていうのに登りきった満月が西に傾いて、東の空が少しずつ、白みっていうのかな、かけた時、かけた頃、カイマは町境の峠に着いた。一人きりの旅立ちになった。カイムの兄貴。耳の奥に残るホセの声を振り払うように足早に町境の峠へと向かう。兄貴ごめんよごめんよ。頭をペコペコ下げて謝るホセの声はくっきりと想像できるから聞かなくていい。ホセの人懐っこい笑顔は街を出てもしばらくはまぶたの裏に残っているだろう。町の相棒としては、頼りないが、きっとホセと一緒なら笑うことの多い旅を続けられただろう。だがこれでいいんだとカイマは自分に言い聞かせて足をさらに速める。ホセが約束を破ったことを恨んではいない。怒るつもりもない。むしろ逆だ。ふるさとにとどまり我が家を守ることを選んだホセを祝福してやりたい。自分にはかなわない夢だからこそ余計に。夜明け前の峠を木枯らしが吹きすさぶ。その風に乗って町から赤ん坊の産声が聞こえてきたらなんてなと笑う。ホセはこのままふるさとを出る夢を諦めてしまうだろうか。それともまた一人では旅立てない臆病さをごまかしてくれる兄貴を見つけ出すだろうか。なるほど、わからないままでいい。我が子の生まれた夜には旅立てなかった。生まれたばかりの我が子を抱いた両手では食べ自宅ができなかった。それだけでホセは一つ大人になったのだから。さあ行くかとカイマは峠を越える。おいアンジェラ見ろよ、笑ってるぜこの子。赤ん坊を見つめて嬉しそうに言うホセの笑顔が次の町にたどり着くまでの旅の道連れになってくれるだろう。へえ、だろうな。いいねいいね。今回は悲しくなかった。もう一つありますが、それは今度。おはようカイム、暗黒洞窟へ行くんでしょ。さあ行きましょう。こういうのもあるんだ。たまには止まんなきゃダメだね。もしかして今までもあったかな。さあカットし忘れてなければセーブはカットなるほどね。そうそう、だからね、前回言った、
前回あったね。これちょっと、これは暗黒洞窟か。じゃなくて、ほら、あったじゃん、1個。これね、ちょっと待って、今、後でね。これね、これ行こう、北の岬ね。北岬って書いてあるけど、北の岬ね。あのね、今のね、もう忘れちゃったよ。これね、破壊された街に生まれた宝、ゴーストタウン。これマックとクックの家の付近の話なんだけど、ちょっとね、裏でね、戻ってみていろいろやってたんですよ。ほら、サナが手に入ったでしょ。手に入ったっていうかね、サナが手に入ったから、クックとマックの家、だから娘の家だよね。そこ見せてやろうと思って行ったんだけど、まあ何もなかったんだよ。ムービーとかがね、今みたいにね。何もなかったんで、残念だなと思っていろいろ回ってた時に、こういうのをねがねあったんですよ。これだったかな、これだったかな、違う違う、これじゃない。これだったかな。ヌマラのねところね、ヌマラね。そのサヌマン夫妻っていうのがいて、ちょっとカットしとけばよかったな。でまあね、話しかけたらトレハメモ、これね、また四角いのがついてるんだけど、特にこの人じゃなかったんだな。これは前と同じ言葉です。これね、こういう言葉がね、昔アサウルスのせいで街が壊された時、今ゴーストダムになってるなんとかなんとか。わしの知り合いはわざわざ家に家具を取りに戻ったが、周りは火の海で、ちょっと止めてください。こうなったら家具も何もないと、ゴーストダウンのどこかで投げ捨てたんだ。これね、こういうものが手に入ったということですね。でね、このことっていうのは、今のね、サヌマン夫妻のところだったかな、の本棚だったかなに書いてあります。確かね。で、前にアサウルスのことは話しましたね。なんかどうやらクックとマークの家の周辺っていうのはアサウルスってやつが暴れ回ってっていうのかな、街がめちゃめちゃになっちゃったらしいのね。でそれを民が止めたんだよ。なんかでっかいこういう石像みたいのがあったでしょ、アサウルスの。あったんだけど、石像なんじゃなくて石にさせたんだよね、民がね。ものすごいでっかいの。でアサウルスっていうのは多分こいつのことなんじゃないのって言って動画で、多分こいつのことだと思うよみたいな感じで、っていう風なのを今みたいにね、こう動画で見せたと思うんですけどね。さてと、なんとかの岬ね、こうやって行くんだっけ。そうだよな、こうやって選ぶんだよな。まあね、トゥームレイダーの時のね、ララの親父ね、あれもね、親としてはね、全く共感できないって私言ったと思うんですけど、やっぱりね、今のやつもね、まあその後改心して旅に出たのか知らないよ。知らないんだけど、ある程度さ、子供が成長するまでやっぱり一緒にいないと。で結局ね、今詳しく言わないけどあんなことになっちゃってね、ララは両親と暮らすね、時間っていうのはね、ほとんどなかったわけだよ。ああいうね、親父も困ったもんだよ。なんか光ってたね、今。光ってるね、ここ。そうか、ここにあるって意味なのか。ブルブル言ってる。コントローラーが調べる。ここか。コンデフ。コンデフとは、今、呪術だな。ここか。ここハテナだったな。味方一人に状態異常を回避する効果を発生させます。なるほど。じゃあこういったものも暗黒洞窟で多少必要になってくるのかな。これは一緒か。不思議では記憶が戻ってこないのに、こういう大切な人が
リルモがそばにいるような気がするの。これは前見たっけ、今のは。よし、これね。じゃあいよいよいっか。セーブ取ったし、さあとにかくガンガラを撃つべく、ゴッツァの協力が必要。船を手に入れるためにゴッツァに行きたい。だけどその前にここを通らなきゃいけない。でこれ前動画で行きましたね。この封鎖門っていうのが、この封鎖されてる、これはサラがやったトスカの村を守るために。セーブしました。言葉がカットで切れちゃってるかもしれない。あ、いきなりムービー。サラがやったんだからサラは解除できるよね。暗黒洞窟ね。さてどんな敵かな。さてまずどうやって行ってみ。あ骸骨。大丈夫、何もしてこないわ。大丈夫よ。何なのこいつら。ゴッツァの兵士。村に徴兵を迫ってきたゴッツァのものか。ええ、多分。そうなの。抵抗しなきゃこの洞窟の中の奴らは襲ってこないんだろ。そのはずだけど。いきなり。なんだか様子が変だよ。感じます。とてもまがまがしいものを。油断するな。いきなりらしい。マジか。何の準備もしてないのに。今ならいける。ちょっと待ってくれ。何の準備もしてないぞ。しかもこのメンバーか。待てよ。ちょっと待て。まず何者なんだよこいつら。ナイトフライヤーいるなおい。なんか奥にいるな、何かが。みんな数がってことは火だな。闇魔導士。こいつ火か。まあとにかくこいつバックでしょ。ちょっと待てよ。じゃあさっきのコンデフってなんだっけ。コンデフってなんだっけ。これか。なるほど。ちょっと待ってくれ。まあこれでいいか。これをあいつなんてやつら。冬。唯一物理攻撃やる可能性があるとしたらマックだけだな。あと奥のやつはどういうやつだ。魔法か。まあでもこいつは後だな。じゃあまずは全部魔法はちょっと怖いから、じゃあまあこれ、それからどうかな。どうだろう。どうだろうな。クソ。こういうのもどうかな。案外効かないかな。どうだろうな。非常に。ちょっと待てよ。これつけちゃってる。そっか。もうないんだよ、取得するのが。あるっちゃあるんだな。
こういうのね。でもこれ意味ないのでレベル3とかがあるから、じゃあそんな飛んでこないだろう。だからこれでもいいか。ケロロンね、まあいいか、物理攻撃しないから。そうだな、そうだな。じゃあまあこれで怖いけどね。なんかどうしようか。ウイルスとか効くかな、こいつに。効かないかな、ボスみたいな感じだから。ヤンセン。ヤンセンっていうか、そうか、ミンもね。結構辛いね。結構辛いな。あっという間に GC が物理攻撃ばっかなんだな。どんぐらい効く？おう、まあ、本当に？まあ効かないだろうな。なんだってバカ野郎、嘘だろおい。おう、まずい。ウイルスを治すのは確かないはず。見たことないもんそんなの。状態異常でも1個治すっていうのがあったな。どれだっけ。これどうかな。待てよ、やつは魔法が使えないのか、まさか。だとしたらこのメンバー最悪だな。ちょっと待て、まあなんとか勝ち切るしかないな。魔法ダメか。嘘だろ。じゃああいつ魔法だったな。じゃあこのメンバーで物理攻撃しかできないんだったら申し訳ないけどちょっとこれ使わせてもらおうか。ダウンロードコンテンツで手に入れたやつ。ちょっと待って、どうやって見ればいいんだ。魔法とか何特殊とか見るのか。ちょっと待って、全表示だ。なんとかってやつ。もう使ってないからさ、ほとんど裏でも。ちょっと待って、誰かがつけてんのか。ちょっと待って、誰かがつけてる。ちょっと待って、じゃあまあしょうがない。誰がつけてんだ。違うな。ちょっと待って、ちょっと待って。だってこんなことになるなんて思わないからさ。魔法、そうかこれ。そうか、こっちだ。ごめんなさい。これこれちょっとつけさせてもらおう。でこれをどうしたらいいかな。例えばこれとか。あいつカウンターみたいのしてくんのか。待って、まず回復しなきゃダメだ。ゼバリアっていうよりもゼヒール。ダメだ、そんなんじゃ間に合わないな。持ってないんだな、あんまり。ゼフレア、これダメだ。白魔法今使えない？バカな。マジか。目いっぱいちょっと回復しないとダメだ。今間違えたな。ヤンセンにやるんだって。なんだって。
まずっ。大丈夫。癒しの力を皆に。あ、マックはそっか死んでないのか。どれが効く？あ、まあまあ効くな。あ、まずいな。まずいな。ちょっと待ってよ。あ、でも GC が結構減るな。あ、違う。GC こっちやばいな。ちょっと待って。嘘だろ。あ、そっか、今これ。ちょっと待って、じゃあどうしよっか。盗む。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか持ってるか。あ、なるほどね。これはあるからいいや。いっぱい。これ、あれだな。ちょっと待って。今土だった？土だったな。誰かつけてるか、土。さっき。あ、これ。うーん。ちょっと待て。これこっちの方が早いよな。はい。Thank you。やばかった。カウンターは来ないか。行くわよ。まずい。次死んじゃうな、いっぱい。多分よいしょ。もう一回やり直したいよ。死ぬな。まずいな。なんかアイテムで直せんのないのか。多分おそらくこれで直す。ああ、万能薬で直せるだろうな。あ、じゃなくてあれがあるんじゃなかったっけ。一人なんか、ちょっと待て。今誰だ。今誰なんだ。マックか。違う違う。ほらほらなんだっけ。一人をほら状態異常を回避させるっていうのを、状態異常を直すっていうのをサラが持ってるのか。ちょっと待って、どうしよっか。魔法が使えないんだな。あ、火か。じゃあしょうがない。使うかな。火か。少しでも。あ、違う。ものすごく窮地だな。これやると時間かかるよな。仕方ないな。これやると時間かかるから。ヤンセン、サラ、どれだっけ。なんかなかったっけ。あれ、なんか直すのなかったっけ。あれ、マジで仕方ないな。怖い。次何来るかな。はい。ケチらないでヒールポット使った方がいいかな。大丈夫。何来る。ゼフレア。こいついろんな属性使ってくんだ。
なんとか孫の活躍でパワーヒットよりもいいかな。これを回復させたいけど、それやってる暇がない。スキルも見直したいけど、装備は見直せるけどスキルは見直せないもんね。仕方ない、これやり続けるしかないな。あ、これか、これであったのか。違うか。あ、これでないか。なんか見たんだよな。何か見たんだよな。ないか。勘違いかな。そうか、勘違いだったかな。味方一人にかかってる弱化魔法。あ、これで、あ、違うのか、使えないのか。そっか、弱化魔法効果ってなんだ。ああ、状態異常じゃないもんな。状態異常を消し去りますとかじゃないもんな。これやったっけ。もういきなり来るな。大丈夫。来るぞ。次何来る。どっち。まずい。なんだっけこれ。あ、なんか自分の強化か。自分なんか効果を消し去るとかいうのあったよな。おい、いったか。効果を消し去るをやってみたかったけど、強くなりたい。なんとか勝てたよ。あ、ミンサラね。いやいや、無様だったな。襲ってこないんじゃな。ボイス付きか。皆さんも感じたでしょう。得体の知れない力が影響して彼らを突き動かしています。なんだろうね、それ。得体の知れない力。でもどうして。考えられることは魔導力だ。パンドラ、そうなの。だけではないと思う。この世界の魔導力に何らかの作用がもたらされているのではないか。なるほど。いろいろね、魔導力もね、なんかちょっと変わりつつあるから。あ、これ兵士の式、恐ろしいところだ。まさに暗黒の洞窟だ。落とし穴に気をつけろ。光がないとひどい目に遭ってしまった。光、体に毒を蝕まれた。毒に体を蝕まれた。仲間たちは魔物にやられてしまった。光さえあれば。光っていうのが必要な。ボイスなしか。あ、なんだそりゃ。この亡骸の兵士たちが最後に書いていたものみたいね。光、ちょっと組み替えたりいろいろするか。あ、レベル上がっちゃったんだな。では、今回はこの辺に、しときたいと思います。今何を落としたんだっけな。サラのことじゃなくて、カイムのことじゃなくて、何のことだったかな。ど忘れしちゃったな。なんか大事なこと言おうとしたんだけど、今入っていきなりボス戦みたいのがあって、入る前に何喋ってたっけ。
まあいいか、ちょっと覚えてないや、ごめんなさい。なんか言おうと思ったんだよな。ではね、なんか大して進んじゃいないんだけどさ、まあしょうがないね。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回、こうね、進んでいきましょう。では、裏でちょっと回ろうかな。でもローマ同士の館みたいにいろんなギミックがあるとね、ムービーとかといろいろ絡みつつあるので、どうかな、裏では回らないかな、やっぱり。では、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。